皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアによるウクライナ侵略といったものが現在行われているわけですが、戦況はやや膠着しているような状況です。特にロシア側の見立てとしては、侵略開始から2日から3日程度において、ウクライナのゼレンスキー大統領が国外へと脱出し、そしてウクライナ全土がロシアの勢力圏に収まるであろうといったようなかなり甘い見通しだったのではないかと言われています。しかし現在のところ首都また主要都市においてもウクライナ軍は前線をしており、主要都市としてはある程度持ちこたえているのが現状です。では今後どのようにすればウクライナがロシアに対して勝利することができるのか、現状の解説とともに過去どのような戦いがあってどのような戦略が取られたか、そのあたりの応用をどのようにウクライナが行えばロシアに勝てるかといった解説を行おうと思います。まず最初に今回の動画においては経済面と軍事面において2つの話をしていきます。まず最初に話をするのは経済面です。現在ウクライナは NATO 加盟国ではありませんから、ロシアによる侵略を受けたとしても別に NATO 軍が援軍としてやってきて一緒に戦ってくれるといったことは全く想定できません。しかし現代における一つのルールとして、軍事力をもってして他国を侵略するといったことを大っぴらにするような国に対してはとてもではないですが賛同する国はありません。特に日米欧はそうした意味においては国際的なルール、国際秩序を守れという方ですから、ロシアに対する経済制裁を足並みを揃えて行っています。強弱についてはそれぞれの国の事情によってちょっと違うわけですが、少なくとも経済制裁を行うという大筋においては同意しているわけです。その中で最も効果が現れているのが国際的な決済ネットワークからのロシアの排除です。細部について言及すれば、決して完全なものではありません。ロシア最大の銀行がその制裁対象になっていないではないかといった問題などもあるわけですが、しかし制裁をかけたことそれ自体には大きな意味があります。それはロシアにおけるビジネスを行ったとしても、そこで得られた利益というものが海外に送金することが難しい状況になったということは、つまり経済的な意味においては非常に多くの企業にとって行動そのものを変えなければならない事態になっているからです。政治的な意味合いだけではなく、そのような実際問題損をしてしまうよ、もしくは全く意味がなくなってしまうということから、ロシアにおけるビジネスというものから撤退する企業というものがたくさん出ています。例えばエネルギー資源においては、ロシアの国営企業と合弁で事業を行っている欧米のエネルギー会社エクソンなどがロシアでの事業というものから完全な撤収というものを始めています。また小売りの世界などにおいても、ロシアでのビジネスを継続することが難しいと考えて、続々とお店を閉めているところなどもあります。なぜそのような動きが加速しているかといえば、最初に述べたようなお金のやり取りが難しくなることから、ルーブルの国際的な価値というものが大幅に減少しているからです。通貨というのはそもそも使えることに意味があって、使えない効果には価値がありません。国際的な決済システムから除外されたということは、そのお金の価値というものがもはや以前とは全く違うものになったということです。そしてそのことを表しているかのように、SWIFT の排除以後においては、ルーブルの価値は半減し、そして決済サービスがどんどんと停止することを発表しています。特に欧米系においては、ビザ、マスター、アメックス、また日本の JCB やペイパル、Google Pay や Apple Pay など様々な決済手段といったものに停止や凍結、終了といったものが発表されています。これらの動きというものは総合して考えれば、例えばロシアにおいて100万円の商品を売ったとしましょう。お店としては100万円を受け取ったわけですが、ルーブルの価値が1週間で半分になりましたよとなれば、100万円で商品を売ったとしても、その手元に残るお金が一気に50万円と減ってしまうわけです。しかもその50万円をさあ海外へ送金しようと思ったとしても、そうした手続きをしている間にもどんどんとルーブルの価値が下がっていくのであれば、もはや商売をするに値しない場所となるわけです。そのような状況がどんどんと悪くなることが分かっているでしょうという状況において、企業を叱る人たちがいます。それは国際的なビジネスを行っている企業においてはほとんどが上場企業です。ですから、上場企業であるということは大株主の人たちがいるわけで、それらの人たちにしてみれば、損をするようなことは分かっているのに動かなかったんだなということは経営者に対する責任追及が発生するわけです。また、金融マネーの中には、企業倫理を非常に
厳しく見るところもあり、今回のロシアによるウクライナ侵略について加担するような動きをする企業に対しては、全く今後はビジネスの投資話に乗りませんよといったことを行うところも出てくるわけです。これらのような出来事というものが総合的に積み重なることによって、ロシアの通貨ルーブルの価値がどんどんと減少し、そして国際的なビジネスにおいてもロシアを一旦除外する動きというものが進んでいけば、当然のようにロシア経済は傷んでいきます。さらに言えば、ロシアにとっては外貨を稼ぐ手段としてエネルギー源の輸出があります。天然ガスや石油などがこれに当たるわけですが、これらの輸出について言っても欧米では少しでも買わないようにしようという動きが広がっています。もちろん今すぐにというのは難しいわけですが、しかしそのような少しずつでも減らしていこうという政治的なメッセージが加わることによって、例えば天然ガスや石油価格については非常に値上がりをしています。ロシア産原油などについては存在はするんだけど、市場からは無視する動きというものが出てきているわけです。どうしても代替調達先が見つからないから買っていますよというところについて言っても、そこで上がる利益についてはウクライナ支援に寄付しますといったような企業なども現れています。ロシアにとってこれは国家経済そのものを揺るがすような世界的な動きです。そのような動きにあってロシアが頼る国としては中国しかありません。中国の経済規模というのはロシアから見れば10倍にもなり、それだけにいざとなれば中国に頼めばいいとプーチン大統領は思っているかもしれません。しかしそのような状況といったものは、実はプーチン大統領にとっても国家間の関係を大きく転換させる悪い手だと言えます。なぜならば、もはや中国しか頼れないんでしょうというのを中国が利用することは明らかですから。そのような中国とロシアの力関係というものが明確に中国が上ですよねということを中国が自覚したとき、もはやロシアは買い叩かれる国にしかなりません。ロシアはウクライナ侵略を行うことによって経済は打撃を受けます。そして主な取引先として中国を頼るようになれば、力関係上においてももはや中国に頭が上がらないようなことになります。その姿というのはまるで大きな北朝鮮です。もともとロシアは経済規模から言えば韓国と同程度に過ぎず、しかし一方において肥大化した軍事力、またソ連時代から受け継いだ核戦力といったものを背景にして、あたかもソ連の時のような大国間というものを演出してきました。しかし今回の戦争を通じて経済は大幅に衰退し、そして中国からも見下されるようなことになるわけです。ただし大きな北朝鮮と私が名付けたように、これはロシアがいかにも危険な国であることに変わりはないよというのも意味します。核戦力そのものについても維持されるわけですし、また天然資源などについても別に枯渇しているわけではありません。ですから人類が核融合発電などを実用化し、それが普及するまでの間においてはまだまだ天然ガスや原油をお金に換えることはできるわけですから、少なくともジンバブエのような完全な破綻国家にはならないというところがロシアの少し厄介なところです。さてこのように経済においてはだんだんと追い詰められていくよという姿しか見えないわけですが、これは非常に重要なことです。経済への打撃というものは今すぐに起こるわけではなく、徐々にロシア国内において多くの国民に対してプーチン大統領への不満を積み重ねることとなります。これは最終的にはロシアが自ら戦争をやめる理由として浮上してくるでしょう。ただし、経済だけではおそらく止まりません。そのあたりについての話は、この後の軍事の話について解説を行っていきます。まず、軍事的な面について言えば、これまで大国と戦争を行った上で、さらにそれを撃退した例というものは現実に存在します。例えば、旧ソ連のアフガニスタン侵攻であったり、もしくはベトナムにおけるアメリカ軍との戦いです。これらについて分析すればわかることなのですが、国力差から言えば圧倒的に攻め込まれた、もしくは戦場になった国の方が不利でした。ところが、実際問題アフガニスタンは旧ソ連を撃退しましたし、またその後のアフガニスタン戦争などを通じてもアメリカを撤退へと追い込んでいます。そしてベトナム戦争においてもアメリカ軍は最終的には撤退しています。ですから大国だから小国を必ずやっつけることができるかといえばそういったわけではないわけです。そしてこれらの大国を打ち破った戦い方においては決定的なキーワードがあります。それは持久戦に持ち込むことです。
ただし、持久戦に持ち込むということは、ウクライナにおいて戦闘状態が何年にもわたっても続く可能性があるわけですから、一般の兵士についていても民間人についていても非常に多くの犠牲が出る作戦であり、どこまで士気を維持できるかというのが非常に大きな鍵になります。しかし、現在のウクライナにおいてはそのようなかつて大国を打ち破った国の戦略にちょうど合致するような状況というものが生まれつつあることは言及しておくべきでしょう。例えば、ウクライナ一国で確かにロシア軍と戦っているわけですが、しかし、その背後には多くの国々がバックアップについています。例えば、ベトナムの時においては中国やソ連が支援しましたし、またアフガニスタンにおいては中東の産油国からの資金援助やもしくはアメリカの CIA からの軍事物資の支援などもありました。今回ウクライナにおいては世界各国から軍事物資の支援というものが実際に行われ始めています。さらには情報の支援というものも行われています。例えば NATO 諸国は今回の戦いにおいては自分たちは戦いませんよということを表明しているわけですが、しかし情報の提供という意味においてはウクライナにとっては非常に心強い仲間です。例えば現在制空権といったものがどちらにあるのか少しよくわからないような状況になっているのは、ウクライナにおける対空ミサイルシステム網というものがある程度はまだ生き残っているからです。そしてそのような対空システムに情報を提供しているのがアメリカであったり周辺国の早期警戒機であったりします。さらにはウクライナ単独では持ち得ないような人工衛星の情報なども彼らにとっては非常に重要な情報となります。そしてウクライナに提供されている武器のうち非常に有効だと考えられているのが歩兵の持てる対戦車ミサイルです。使い方については YouTube などでこうやって使うんだよなんていう教習用のビデオなども作られて公開されていますが、私の見たところ確かにこれは短期間の訓練で多くの歩兵が使えるんだなというのがわかる非常に有用な兵器です。しかもウクライナ自身が製造するのではなく外部からの提供によって前線に運ばれて使われるわけですから、このような支援というものが長引けば長引くほどロシア軍にとっては悪夢になるでしょう。そして指揮の維持に関してはロシア軍がウクライナに侵略してきたという事実がある以上、自分の国を守りたいと思う人たちの士気がくじけることはなかなかないでしょう。さらにはウクライナが外国人の義勇兵を受け入れ始めています。この点について言っても、日本国内においては義勇兵を募ったところで役に立たない人たちがいっぱい来るだけだといったような話をする方もおられるわけですが、海外においては少し事情が違っていて、例えば軍務経験はあるんだけど現在軍隊には所属していませんよといった人たちは非常にたくさんいるわけです。それらの人たちの中から義勇兵として参加してくる人たちがいるわけですから、特に何か軍事的な訓練を今からする必要はないわけです。逆に義勇兵の中にアメリカ軍の中で十分な実戦経験を積んでいて指導官などをしていた人たちなども加わっていることから、現地において逆にウクライナ兵を戦闘訓練を行っているような話などもすでに出始めています。そのような全体状況がありますから、これらの状況を合わせて考えれば、ウクライナはある程度の持久戦に持ち込むことができれば、徐々にではありますが、ロシア軍の消耗を引き出すことができます。常套手段としては、ロシア軍が例えば占領地域を広げるのであれば、そこには必ず戦力の分散というものが発生しますから、後方において補給を寸断させるようなゲリラ戦術といったものが有効になるでしょうし、また分散するのであればそこに核攻撃波の余地が生まれるわけです。そこにアメリカからの例えば人工衛星の情報などを元にした遠方からの攻撃なども役立つでしょうし、またリアルタイムに近いような情報を得られることができれば補給用のトラックばっかりを狙うなんていう行動すら可能になるはずです。何にしろロシア軍は基本的には現在事前に集結させていた部隊についてはもはや 100% がウクライナ国内に入っているとアメリカは発表しています。ですから今後ロシア軍が占領地域を拡大するということは必ず補給線がウクライナ領内に伸びるというわけですから、そこにつける弱点というものは今後増えることとなります。このあたりは防衛側にとっては非常にしんどいことではあるものの、少なくとも戦い続けるその条件というものがウクライナ側にある以上、出血をし続けるといったことが可能な状況になりつつあるわけです。
そして戦いが長引けば長引くほどロシアにとって何がきついかといえば、それは軍隊を支援するための経済力は徐々に弱ってくるわけですから、補給物資の確保やもしくは軍隊の維持そのものについていってもだんだんと状況が悪化してくるわけです。さらに言えば、戦いが長引くということは当然のように死傷者の数というものは基本的に増えることはあっても減ることはないわけですから、ロシア国内においてもプーチン大統領の行っている報道規制がどんどんと化けの皮が剥がれていくこととなります。プーチン大統領は現在のところどのような報道規制を行っているかといえば、現在ウクライナに対して侵略などは一切行っている話などはしていません。あくまでもウクライナ領内にできた自治共和国を国家承認し、それらに対してウクライナ軍が攻撃するんだから平和維持部隊を送っていますよという話しかしていません。テレビを中心にしてこの話をしていますから、テレビしか見ない人たちにおいては、プーチン大統領のこうした軍事行動について支持する人たちがいるという状況なようです。しかし実際問題、多くの人たちが戦場で亡くなっているよという話が広がっていけば、あれおかしいぞということにさすがに気づく人もどんどんと増えることとなります。しかもそのようにして戦闘状態がずっと続いているわけですが、その間経済制裁などにおいても高いレベルで維持されるはずです。つまり、経済的な打撃となぜそのような経済制裁が行われているかについて、国民の多くが気づき始めたとき、まさに潮目が変わるわけです。例えば、アメリカがベトナム戦争に敗れた理由というのは、そうした意味で経済的な打撃に加えて多くの人たちが亡くなり、そしてそれらの人たちがアメリカ本土に戻ってきたとき、家族の悲しみがより多くの人たちに拡散されることによって厭戦気分というものが全国民で共有されるような状態になったわけです。だからこそアメリカは最後まで持ちこたえることができず、ベトナム軍に敗走をしたわけです。ロシアについても同じように経済的な打撃が長期的に多くの国民の気持ちを揺さぶり、そして戦場でないはずの場所で多くの兵士が亡くなったことが国民の動揺を誘う、このダブルパンチがまさにプーチン政権の土台を揺るがすはずです。そのようなことになれば、現在はプーチン大統領の支持者である財界の大物たちも自分たちの利益が吹っ飛ぶような状況になりつつあるわけですから、さすがに自分の身を守るためにもプーチン大統領から離れていくでしょう。軍についていても戦いが長引けば長引くほど疲弊していくわけですから、プーチン大統領に対する忠誠心というものが薄らいでいくはずです。ですから私が話したような持久戦にウクライナが突入するその覚悟さえあれば、最終的な話としてロシア軍の撤退などという大きな勝利を獲得することも私は基本的にはできるのではないかなと思っています。ただしそれは1週間や2週間といった話ではないことは気をつけなければなりません。この作戦というのは基本的にはアフガニスタンにしてもベトナムにしても一般市民や兵士を含めて凄まじい数の死傷者を出した上での勝利であったことは忘れてはならないからです。そしてウクライナが最終的な勝利を目指すという戦略を取るのであれば、日米欧がこれをどれだけ支援できるかに最終的な勝敗はかかっています。日本の場合だと医療品や食料、そういった非軍事物資が基本的な支援の中心となるわけですが、これらについてはある程度日本が担当すべきではないかなと思っています。というのも軍事物資について言えば、それこそ NATO 加盟国からの支援といったものが期待できるわけですし、また日本はそれらについて全く手が出せないような状況であることを考えれば、少なくとも日本にできることは日本で行うといった態度を示すことが必要でしょう。なぜそのように日本が関わらなければならないか、そこについても話しておかなければなりません。確かにロシアとウクライナとの戦争であって、決して日本が攻められているわけではありません。しかし、ロシアによるこうした侵略を許してしまうようなことになれば、それによって日本もまた危険にさらされてしまうのです。それは、侵略をすることによって大きな損害を出ないというような、そのような間違った認識をされたら、例えば中国の動きというものがこれからはどんどんと危険になることになります。ですから、ウクライナを助けるということは、最終的には日本自身の身を守るためにも必要なことだと言えるのです。ウクライナが今後ロシアに完全に圧迫されて、国家そのものが消滅するようなことになってしまえば、それを見た中国が同じように、しめしめと台湾などに対して例えば完全に潰しにかかったとしてもおかしくはないわけです。それは日本にとっても非常に危険なアジア情勢の危機を迎えるわけですから他人事ではないわけです。もはや何もしなくても平和が維持されるような時代ではないということを
今回のロシアによるウクライナ侵略というものは示しています。例えば日本の憲法9条のようなものがウクライナにあればロシアが侵略することを防げたなどということを言う人がいれば、その人は現実を全く無視している人です。その人の話はむしろ聞かない方が良いでしょう。また今回の出来事を通して、例えばドイツは大きな政策の転換というものを行っています。例えば国防費を2倍以上にして、これからは自分たちの身を守るために NATO 加盟国の一員としてしっかりと軍備を整えていこうという方向に舵を切りました。またこれまで中立国であった北欧の国々、フィンランドやスウェーデンなども NATO 加盟を検討に入りました。国家の安全・平和の状態を維持するためには、必要な支出や必要な政策というものは存在することがありますよということを、今の国際情勢は日本人に教えてくれます。中国の防衛費は継続的に伸び続けており、25兆円程度以上に膨らんでいます。これは日本の防衛費から考えると5倍以上の水準へと達している状態で、これが年月が経てば経つほど、その金額の差というものはパワーバランスの変化にも悪影響をもたらし、日本の未来に暗雲が立ち込めることとなります。今までは何もなかった、大丈夫だったというのは、あくまでもこれまでの話であり、過去のそのような状態といったものが決して未来の日本の安心安全大丈夫などということは保証してくれないのです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。